皆様こんにちは、セリナです。今回は2月21日、公式オンラインブティック一部店舗先行発売、3月7日全国発売、ディオールスキンフォーエバードラグロークッションをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では大注目のディオールの新作クッションファンデーションを既存の人気タイプ2種類と比較しながら塗り心地、室内と自然光で見た時の仕上がり、香り、4時間後のマスク崩れ、そしてお直しについてをご紹介していきます。組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れに違いはあるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気のファンデーションや新作パウダーの比較動画やパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールスキンフォーエバーイドラグロークッション SPF50 PA3+美容液メッシュクッションファンデーション。ディオールで初めてメッシュフィルターを採用。素肌と一体化する薄膜を叶えながら気になる部分はしっかりカバー。柔らかな光が巡る潤いに満ちたラディアントグローのツヤ肌へ。では新作のイドラグロークッション、実際の質感や仕上がりをご紹介していきたいと思います。今回下地はイドラグロークッションと組み合わせるとツヤが出てとてもおすすめとのことだったこちらディオールスキンフォーエバーグローベールを使用していきます。下地のみの時点だとこんな感じで肌全体につるんとしたツヤが乗っている状態です。ではまずはこちら側半分にイドラグロークッションを塗ってみます。こんな感じのメッシュタイプなのでパフに軽く取ってもこんな感じで一気にファンデーションがつきすぎなくてファンデーションの量を調整しやすいです。まず軽く滑らせるようにのせた後タップしてなじませていくのがおすすめの塗り方とのことでした。かなり薄膜ですが密着力が高いのでこんな感じで一塗りで結構しっかりカバーしてくれている感じがします。つるんとしたツヤがとても綺麗です。はい、まずはこちら側半分に新作のイドラグロークッションを一度塗りで仕上げてみました。ファンデーションの量が調整しやすく、一度塗りだとかなり薄膜に仕上がるので、ファンデーションなしの方と比較をしても厚塗り感や重さが出ている感じはしませんが、肌にピタッと密着する程よい膜感があるので、薄膜ながらもしっかりカバーしてくれている感じがします。近くで見るとこんな感じです。厚塗り感はありませんが、毛穴や凹凸をつるんとした膜で覆って補正してくれているのと、この辺りにあったニキビ跡などの赤みも一度塗りでも結構しっかりカバーしてくれているのがわかりやすいと思います。薄膜な仕上がりとカバー力を両立していてとても綺麗です。そしてこのクッションはなんといってもこのツヤがとても綺麗ですよね。肌全体をツヤの膜で覆ったようなつるんとした浮き卵のようなツヤ肌を楽しめます。では気になる部分にもう少し重ねていきたいと思います。肌に密着させるようにタップしていくと綺麗にカバーできますね。重ねていっても厚みは出ませんが、つるんとしたツヤ感が増していく感じがします。気になる部分に何度かしっかり塗り重ねるとこんな感じに仕上がります。一度塗りの時点で結構カバー力が高かったからか、重ねていっても厚塗り感が出ない分カバー力が増すという感じはあまりしなかったです。近くで見るとこんな感じです。重さや厚みは出ずにつるんとしたツヤ感がアップしていきます。一度塗りでも高いカバー力とつるんとした膜で覆うような毛穴補正効果があるので、重ねずに一度塗りで仕上げるのもとても綺麗なファンデーションだなと思いました。
この綺麗さで SPF50 PA3 プラスの紫外線カット効果もあるところがとても優秀だなと思います。ツヤ肌好きの方にぜひチェックしていただきたいファンデーションです。ではこの状態で反対側には同じディオールスキンフォーエバーシリーズのフォーエバーグロークッションを塗ってみて、それぞれの違いを比較してみたいと思います。こちらもツヤ仕上がりで SPF50 PA3 プラスという同じ紫外線カット効果があるタイプです。フォーエバーグローはこんな感じでスポンジタイプの通常のクッションになっています。フォーエバーグローは薄膜で肌に溶け込むような自然なツヤが特徴的です。しっかり塗り重ねていってもこんな感じで肌にスッと馴染んでいってくれます。はい、こちら側にはフォーエバーグロークッションを何度かしっかり塗り重ねて仕上げてみました。どちらも薄膜で軽やかでツヤが出るタイプという共通点はありますが、比較をしてみると新作のイドラグロークッションの肌全体を膜で覆ったようなつるんとしたツヤ感と、フォーエバーグロークッションの肌に馴染む自然なツヤ感の違いがわかりやすいと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じです。それぞれ薄膜で肌に密着するような仕上がりなので、厚塗り感や重さは出ていませんが、フォーエバーグロークッションの方が適度に肌の透け感が残るようなナチュラルな仕上がり。イドラグロークッションは肌にピタッと密着して赤みや色ムラ、毛穴や凹凸を感じさせないハイカバーな仕上がりです。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。そしてカラーについてはどちらも同じ 2N という番号を使用していますが、明るさ自体はだいたい同じくらいな印象ですが、イドラグロークッションの方が光を反射する力が強いからか、比較をすると若干明るめに感じます。ただ、そこまで明るくなってしまうという感じはしないので、同じ色番で揃えると使いやすいかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると新作のイドラグロークッションの濡れたようなみずみずしいツヤがよりわかりやすいと思います。それぞれツヤの感じのお好みで選べるところがすごくいいですね。肌表面を触った感じはどちらも水分をたっぷり含んでいてみずみずしいですが、適度な油分感もあるような、水分と油分どちらもバランスよく保湿されているような感じで、内側にしっかり保湿を与えながらも肌表面にベタつきは残していないです。フォーエバーグロークッションの方がもっちりとした仕上がり、イドラグロークッションの方がつるんとした仕上がりという違いもあります。香りについてはどちらも同じくディオールフォーエバーシリーズ共通のフレグランスのようなフローラル系の香りがしっかりと感じられます。ではこの上にフォーエバースキングローパウダーをブラシで軽く塗ってマスクのまま4時間ほど過ごして崩れについて違いを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。新作のイドラグロークッションは塗りたての時のままの艶やかさとカバー感を綺麗に保ってくれていて、水分と油分でバランスよく保湿してくれる感じは保ってくれていますが、小鼻の横のテカリなども最小限に抑えてくれています。近くで見るとこんな感じです。どちらのファンデーションもとても綺麗に保ってくれていますが、フォーエバーグローは塗りたてよりも小鼻の横や頬の広い範囲などに少しテカリっぽさが出てきていて、マスクがよく当たる位置は若干ファンデーションのハゲが気になります。反対にイドラグロークッションは小鼻の横に皮脂が出る感じとファンデーションが少し溜まる感じは気になりますが、それでもテカテカになってしまうことはなく、カバー力の高さもそのまま保っています。頬の高い位置は少しだけファンデーションが剥げる感じはありますが、ツヤファンデーションの中ではかなり崩れに強いんじゃないかなと思いました。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じはどちらも同じくらい適度な保湿感がありますが、イドラグロークッションは小鼻の横や頬の広い範囲などもベタつきを一切感じないので、ツヤツヤに仕上がるけれどベタつきは防ぎたいという方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。では軽くティッシュオフをしてお直しに使っていきたいと思います。
まずはイドラグロクッションです。まず小鼻の横と頬の広い範囲に埋めるようにタップしていくと、こんな感じでつるんとしたツヤ感とカバー感が復活してくれます。小鼻の横はしっかりなじませるようにタップしていくと綺麗に復活してくれますね。続いてフォーエバーグロークッションです。タップするようになじませていくとテカリ感が落ち着いて肌になじむような自然なツヤが復活してくれますね。はい、それぞれ上から重ねてお直ししてみました。テカリ感やファンデーションの揺れが治って、イドラグロークッションはつるんとしたツヤが復活。フォーエバーグロークッションは肌に馴染むような自然なツヤが復活しました。近くで見るとこんな感じです。イドラグロークッションは膜感のあるファンデーションなので、フェイスパウダーが残っているとうまくなじませるのが少し難しいかなと思いましたが、水分と油分のバランスがいいテクスチャーだからか、パフを使って押さえるように重ねていくと、下に残っているファンデーションとパウダーとも綺麗に馴染んでくれて、小鼻の横に溜まることもなく、お直しにもとても使いやすかったです。フォーエバーグロクッションもこんな感じで、自然に肌に馴染んでくれます。つるんとした浮き卵のようなツヤツヤ肌に仕上がって、適度な保湿感もあるのに、皮脂や摩擦崩れにも強いところがすごく優秀なファンデーションだなと思いました。続いては新作のフォーエバーイドラグロークッションと人気のセミマットでハイカバータイプのフォーエバークッションを比較してみたいと思います。こちら側にはすでにイドラグロークッションを塗ってある状態なので、反対側にフォーエバークッションを塗っていきます。フォーエバークッションはこんな感じの通常のスポンジタイプです。こちらは高いカバー力が人気のタイプです。一塗りもこんな感じで気になる赤みや色ムラをしっかりカバーしてくれます。はい、こちら側にはフォーエバーイドラグロークッション、反対側にはフォーエバークッションを塗って比較してみるとこんな感じの違いです。まず質感については、フォーエバーイドラグロークッションはフォーエバーシリーズのクッションファンデーションの中で一番しっかりツヤを感じられたので、セミマット仕上がりのフォーエバークッションと比較をするとかなり印象は異なりますが、カバー力に関してはどちらも大体同じくらいで、コンシーラーなしでもしっかり赤みや色ムラをカバーしてくれている感じがします。近くで見るとこんな感じです。フォーエバークッションは何とかしっかり塗り重ねると赤みやニキビ跡などもカバーしてくれていますが、イドラグロークッションもこんな感じで大体同じくらいのカバー力があります。毛穴カバーに関しては、イドラグロークッションはツヤの膜で肌を覆って毛穴用凸をつるんと滑らかに補正してくれているのに対して、フォーエバーグロークッションは毛穴用凸を埋めてカバーしてくれているので、カバーの仕方に違いはありますが、どちらも毛穴を目立ちにくく仕上げてくれていると思います。細かい毛穴が気になる方はフォーエバークッションがおすすめ。毛穴にファンデーションが溜まる感じや大きい毛穴が気になる方はイドラグロークッションが使いやすいかなと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。新作のイドラグロークッションはハイカバーなフォーエバークッションと同じくらいカバーしてくれるので、カバー力が高くてツヤ肌に仕上がるファンデーションをお探しの方にすごく使いやすいんじゃないかなと思います。そしてカラーについてですが、こちらも同じくどちらも 2N という番号を使用していますが、やはりイドラグロークッションは光を反射するので、同じ色味でも少しだけ明るく感じやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとそれぞれの質感の違いがかなりわかりやすいと思います。ただどちらも同じくらいしっかりカバーしているカバー力の高さはわかりやすいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。塗りたてからツヤツヤに仕上がっていたイドラグロークッションと、塗りたてはセミマットに仕上がっていたフォーエバークッションを比較すると、イドラグロークッションのテカリへの強さがかなりわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。
イドラグロークッションは小鼻の横のテカリやマスクの摩擦も最小限に抑えていますが、フォーエバークッションはこんな感じで、塗りたてのセミマット感から比較をすると顔全体に石が出てきているのと、カバー力が高いからかマスクの摩擦によるハゲが少し気になりました。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じも、イドラグロークッションは皮脂っぽさやベタつきを感じませんが、フォーエバークッションはテカリが出ている部分を中心に全体的にベタつきを感じやすいです。イドラグロークッションはディオールフォーエバーシリーズのクッションファンデーションの中で一番皮脂崩れに強いなと感じました。ではティッシュオフをして最後お直しをしていきます。フォーエバークッションはクリーミーで少し厚みのあるテクスチャーなので、重ねていけばこんな感じでファンデーションが剥げてしまった部分やテカリも綺麗に収まってくれます。皮脂やテカリが気になる肌タイプの方はこまめにお直しするのがおすすめなクッションですね。はい、お直し後はこんな感じです。どちらも上から重ねても残っているファンデーションやフェイスパウダーと混ざって汚くなってしまうということもなく、塗りたての時のカバー感が綺麗に復活してくれるので、あまりお直しをする時間がないという時はイドラグロークッションがおすすめ。こまめにお直しをしながらハイカバーでセミマットの肌に仕上げたい時はフォーエバークッションがおすすめかなと思いました。お直し後アップで比較するとこんな感じの違いです。はい、ではこんな感じでディオールの新作クッションファンデーションをご紹介していきました。新作クッションはとにかくツヤが綺麗で、浮き卵のようなつるんとしたツヤ肌に仕上げたいという方にかなりおすすめです。このツヤ感だけでもとても優秀ですが、薄膜なのに高いカバー力があるところや、保湿力もあるのに皮脂やテカリにも強いところがすごいファンデーションだなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。